はい、今日もですね、自分の自作したラジコンコースの方へ出てきています。今日はですね、ものすごくこんな感じで天気がいいので、何台か持ってきて遊ぼうと思います。で、持ってきてるのが、こんな感じですね。今日は、ビッグタイヤということで、大きなタイヤをはめて持ってきてます。で、こっちはですね、ホーネット回ですかね。いろいろな改造を施してます。こんな感じ。ランチボのタイヤと比べても結構でかいんで、どうなるかわかんないんですけど、とりあえず大きいのは面白そうなんではめてみました。で、これはホーネット、タイヤが大きくなっただけで、実際はノーマルのホーネットなんですけれど、最近は40周年ということで、ホーネットエボリューション、エボということで進化したホーネットが帰ってきたんですけど、それに少しでもちょっと近づけたくてですね、DT02 のギアボックスを使って4読に変えてます。で、ダブルウィッシュボーンに変えて、で、ステアリングワイパー、それぞれちょっと改造はしてます。ただ今回はそれじゃなくてですね、すでに気づかれた方も多かったと思うんですけど、これスピードコントローラー、機械式のスピードコントローラーをつけて2サーボにしてます。で、動きの方はこんな感じと、あとはこんな感じですね。はい、じゃあこれでちょっと走ってみようと思います。案外小回り利く。こんな感じ。危ない。車高が高いから転びそう。危ない。コースをせっかく新しくしたので、ラジコンから見た景色というのもちょっと撮ってみたいなと思ったので、ちょっとカメラ取り付けてみました。ランチボの速度なんで大丈夫だと思うんですけど、ひとまずちょっとこれで走ってみます。これでいこう。転びそう。はい、それではですね、今日はビッグタイヤということで、ホーネット、それからランチボックス、それぞれ遊んでみました。ランチボックスの方は、360度の GoPro Max で、車の中から見たような映像が撮れたかな、ちょっと編集してみないとわかんないですけど、それとホーネットの方は機械式のスピードコントローラー、
昔を懐かしめるような形で作ってみたものを走らせてみました。今日はもう走行の比較というわけではないんで、ただ単純に楽しんだというような動画になります。はい、それでは本日の動画は以上となります。また今後もこういったラジコンの動画や、自分の興味の持ったことやチャレンジしてみたいことは積極的に動画にしていきますので、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。